あの、リスナーのあなたにちょっと想像してみてほしいんですけど、もし究極の AI 翻訳機があなたが話し終わるのを全く待ってくれないとしたらどう思いますか？待ってくれないというのは衝撃的ですよね。そうなんですよ。あなたが頭の中で文章を組み立てて、最後まで言葉を発し終える前に、もうすでに相手の言語で完璧な翻訳音声が流れ始めているんです。タイムラグがゼロどころか、なんか時間を遡っているかのような、いわゆるマイナス遅延の時代が来ているんですよね。これまで何十年も、いつか来る未来として語られてきた言語の壁の崩壊がですね、全く予想外のアプローチで現実になってしまったんです。はい。2026年3月23日の今日、私たちのポケットの中とか、目の前の現実として突然現れたわけです。これは単に便利になったねというレベルの話じゃないんですよ。全然違いますよね。ということで今回の深掘りでは、ピボットとかテレ東ビズといったビジネスメディアの最前線レポート、それから本田正一さんなどのテクノロジージャーナリストの分析、さらには NEC ネクサソリューションズなどの企業向け IT コラムから集めた膨大なソースを横断して読み解いていきます。はい。かなり幅広いソースですよね。よし、これを紐解いてみましょう。今日のミッションは、最新の AI 通訳がなぜその時間を出し抜くような神業を実現できたのか、その根本的なメカニズムを解明することです。それに加えて、その技術があなたのキャリアとか日常生活、さらには人間関係のあり方をどう根底から浮かすのか、そこも探っていきたいですね。そうですね。じゃあまずはそのマイナス遅延の裏側にある技術的なブレイクスルーから整理していきましょうか。はい。多くの人が翻訳アプリっていうと、相手が話し終わるのを待ってから数秒遅れて機械音声が流れるっていう不自然な間を想像すると思うんです。あれ本当に気まずいんですよね。相手が渾身のジョークを言っているのにこっちが5秒遅れてハハハって笑うみたいな。そうなんですよ。タイムラグがあるせいで、どれだけ翻訳の精度が高くても、なんか会話のキャッチボールにはならなかったじゃないですか。ならなかったですね。絶対に変な空気になりますし。その5秒の遅延を生み出していた元凶っていうのが、従来のシステムが採用していたパイプライン方式にあるんです。パイプライン方式ですね。これは音声を一度テキストに変換して、そのテキストを外国語のテキストに翻訳して、最後にそれを合成音声として読み上げるっていう。なるほど。独立した3つのシステムをバケツリレーのようにつなぐ方式だったんです。つまり文字起こしという関所を絶対に一度通らなきゃいけなかったわけですね。その通りです。しかも最初の文字起こしで同音異義語を間違えたりすると、その後の翻訳も全て崩壊してしまうっていうエラーの伝播という致命的な弱点もありました。元が間違ってたら全部ダメになっちゃうと。はい。でも現在市場を席巻しているエンドトゥエンドモデル、いわゆる E2E モデルは、このアプローチを根本から覆したんです。テキストにしないってことですか？音声の波形データをテキストに変換することなく、直接目的の言語の音声波形として出力するんですよ。テキストという関所を完全にぶっ壊して、音声から音声へのダイレクトパスを開通させたと。すごいですね。はい。でもそれだけでマイナス遅延、つまり相手が言い終わる前に訳し始めるなんてことが可能なんですか？特に日本語なんて動詞とか結論が文章の最後に来る言語じゃないですか。そうですよね。AI のニューラルネットワークは動詞が来るまでどうやって翻訳の処理を止めずに待機しているんでしょうか？そこが今回の技術の最も美しいところなんですよ。結論から言うと AI は待機していません。待機してないんですか？はい。これまでの文脈から次にどんな単語が来るかをリアルタイムで予測、つまり推論しながらもう走り出しているんです。なるほど、推論ですか。例えばあなたが私は明日東京にと話し始めた瞬間、従来の AI は最後の動詞を待機していました。英語にするなら I will go の go の部分が絶対に必要だからですよね。その通りです。でも E2E の予測モデルは会話の文脈とかあなたの過去の発言傾向、あるいはその場の状況といった潜在空間のデータからですね、はいはい。極めて高い確率で行く Go だろうと予測して Tomorrow I will とすでに話し始めるんです。フライングしてるわけですね。そうなんです。さらに興味深いのは、プロの同時通訳者が使う結論を先出しするテクニックを AI がしっかり学習している点です。結論の先出しですか？はい。例えば統治法とか
結論、理由、具体例の順で話すプレップ法などの構文を使ってですね、言葉という会社が作るのはみたいな感じで、情報を小出しにして時間を稼ぐんです。なるほど。そうやって、あなたが最後に発する重要な情報をうまく待ち構える。キャッチミットを先に作っておくんですよ。ちょっと待ってください。これってつまり、ジャズピアニストのアドリブ演奏みたいなものですよね。ああ、いい例えですね。楽譜が全部入られるのを待つんじゃなくて、最初のコード進行を聞いた瞬間に、あのスケールねって予測して、勝手にメロディーを弾き始めちゃうような。まさにそういう感覚です。でも、もし AI が盛大に予測を外したらどうなるんですか？私は明日東京に行きませんって急に裏切ったりしたら。その予測が外れた時のリカバリーこそが E2E モデルの真骨頂なんですよ。リカバリーできるんですか？ええ。テキストを介在させない連続的な音声データとして処理しているので、予測が外れたと判断した瞬間に、人間が知覚上ほとんど気づかない 0.1 秒という爆速で軌道修正するんです。0.1 秒ですか？はい。出力中の音声のピッチとか語尾を滑らかにアジャストして、不自然な途切れなく、しれっと文脈をつなぎ合わせるんですよ。間違えても一瞬でアレンジして、最初からそれが正解だったかのように弾き切る。まさに超絶技巧のピアニストですね。スピードの謎は完全に解けました。ええ。でもここでちょっと疑問なんですけど、いくら爆速で正確でも、シリとかアレクサみたいないかにも機械ですっていう無機質の声で流暢に語られても、心の距離って縮まらない気がするんですよ。はい、わかります。人間関係において、声のトーンって言葉の情報そのものより重要だったりしませんか？まさにそこが、現在の AI 開発における次なる主戦場になっているんです。技術の焦点は、情報の変換スピードから、話し手自身のアイデンティティの再現へと完全にシフトしています。今回のソースを見ていて一番驚いたのがそこなんですよ。InIO T10 というデバイスとか、声フォントのアプリ、さらには Google Pixel 10のような最新機器ですね。はい、いろいろ出てきていますね。これらを使うと、どうもこんにちは、僕は日本人ですって数秒吹き込むだけで、自分の声のトーンとか癖を完璧にコピーしたボイスフォントが瞬時に作れちゃうんですよね。そうなんです。ただ単に声白が似ているという段階すら、すでに過去のものになりつつあります。もう過去ですか？ええ。数ヶ月以内の標準実装が確実視されているのが、感情クローンという技術です。感情クローン。なんか地面だけで SF スリラー映画が一本撮れそうですけど。先ほど E2E モデルは音声をテキストに変換しないと言いましたよね。実はこれが感情の再現において決定的な役割を果たしているんです。どういうことですか？テキストに変換するということは、声の震えとか抑揚、息遣い、トーンといった音響的な感情データをすべて削ぎ落として、文字という無機質な記号に劣化させる。行為だったんですよ。なるほど。テキスト化しないからこそ、怒りとか悲しみの波形データをそのまま保持して翻訳後の言語に載せることができるんだ。その通りです。あなたが少しイライラしたトーンで話せば、翻訳された英語とか中国語もちゃんと苛立った声で出力されます。はい。喜びを含んだ声なら明るいトーンで翻訳されるんです。いや、ちょっと待ってください。それってすごく学的ですけど、同時にめちゃくちゃ怖くないですか？怖いと言いますと。もし AI がコンテキストを読み違えて、私が少しだけ強調したかっただけの言葉を過剰に激怒したトーンで翻訳して相手にぶつけたら、ビジネスも交渉決裂どころか下手したら国際問題になりかねないですよ。これは非常に重要な問題を提起していますね。感情という極めてセンシティブな非言語情報を AI がどこまで正確にマッピングできるかというリスクは確実に存在します。ですよね。でも、この技術がもたらすポジティブなインパクトは、そのリスクを補ってあまりあるものなんです。例えば、エンターテインメントの領域ですね。エンタメですか？ええ。
YouTuber とかストリーマーにとって、情熱や興奮、悲しみといった感情表現こそが、彼らの商品価値そのものじゃないですか。ああ、ゲーム実況で絶叫している時のあのパッションがそのまま世界中の視聴者に伝わるわけですね。テキストの字幕じゃ絶対に伝わらないあの熱量が。その通りです。そしてこれは日常的な人間関係においても同じことが言えます。はい。無機質な機械音声でのやり取りって単なる業務連絡以上のものにはなり得ないんですよ。確かに。皮肉とか冗談、思いやり、そういった感情のニュアンスが乗ったあなたのオリジナルの声で会話ができるからこそ、言葉の壁を越えて真の深い絆を生むことができるわけです。いやー、確かに私たちが誰かを信頼するときってロジックだけじゃなくて、この人の話し方誠実そうだなみたいなバイブスに依存してますもんね。人間はどうしてもそういう部分を重視しますから。自分の声と感情がマイナス遅延で相手に届く。でも一つ現実的な問題があると思うんです。なんでしょ街中とか会議室でお互いにスマホの画面を睨みつけながら話すのって控えめに言ってすごく失礼じゃないですか。インターフェースとしてのスマホが会話の大きなボトルネックになっている気がするんですが。まさにそこなんですよ。だからこそハードウェアの進化も同時に起きているんです。スマホを介在させる時代はもう終わりを迎えつつあります。そこで出てくるのがスマートグラスですね。ソースにあったイーブンリアリティーズ G2 とかメタの最新グラス。相手の目を見たまま自然に会話ができるっていう。はい。見た目は普通のメガネと全く変わりません。でも、レンズの視界上に単色のマイクロプロジェクターで翻訳された字幕がスッと浮かび上がるんです。すごいですよね。相手の表情という最大の非言語コミュニケーションをしゃげることなく、言語の壁だけを取り払うんです。さらにですね、はい。会話の文脈を AIQ が理解して、専門用語をリアルタイムで解説してくれたり、自分が話すべき内容をテレプロンプターとして視界に表示してくれたりもするんです。なんか映画のスパイそのものですね。でも、これって個人の会話の話だけじゃなくて、企業レベルでものすごい変革を起こしているという事例がありましたよね。ありましたね。言葉テクノロジーズというスタートアップの話です。はい、これは非常に示唆に富む事例です。彼らはたった15人のチームでありながら、AI 通訳を単なる言語変換ツールとしてではなく、企業専属の共有脳として機能させているんです。共有脳ですか？AI に社内のスラック履歴とか、過去の議事録、パワーポイント資料なんかを事前に全て読み込ませておくんです。コンテキストの完全な共有ですね。ソースにあった例だと、誰かが会議で第8カンパニーの件だけどって社内独自の隠語を使った瞬間、 AI がそれはファミリーマートとのプロジェクトのことですねって瞬時に理解するっていう。そうです。で、外部の人にも伝わる正確な固有名詞に変換して翻訳してくれる。これただの通訳じゃなくて、超有能な役員秘書と広報と通訳が合体したような存在を社員全員が耳と目に飼っているような状態ですよね。その表現はまさに敵を去っています。組織の意図をリアルタイムで同期させているわけです。だからこそ15人の組織でも従来の100人とか200人規模の企業が出していたようなアウトプットを叩き出せるんですよ。恐ろしい効率化ですね。さらに、ここでシリコンバレーで起きている現実として一つの重要な飛躍があるんです。AI が人間の言葉を人間の言葉に翻訳できるようになったのなら、人間の意図を機械の言語に翻訳することも当然可能になっているということです。人間の意図を機械の言語に翻訳ですか。バイブスコーディングという概念なんですけど。バイブス、ノリとか雰囲気のバイブスですか？そのバイブスです。エンジニアが手作業でコードの構文を書くのではなく、AI に対してこういう雰囲気でこういう動作をするシステムを作って、と人間の言葉で意図を伝えるだけで AI がそれをプログラミング言語に翻訳してシステムを構築してしまうんです。なるほど。データベースから引っ張ってくるループンを書いてじゃなくて、ユーザーの登録フローがもっとサクサク動く感じにしておいてみたいな指示の出し方になるってことですか？まさにそれです。ある伝説的なシニアエンジニアの例では、自分では1行もコードを書かずに AI と対話しながら指示を出しただけで、たった4日間で3万行にも及ぶバックエンドのコードを書き直させたそうですよ。4日で3万行？人間が手打ちしていたらチームを組んで何ヶ月もかかる作業量じゃないですか。そうですね。これが意味するのは、単にコードを記述するだけだったジュニアエンジニアの仕事の消滅なんです。うわー。生き残るのは、システム全体の設計を見渡し、
AI という最強の実行部隊に的確な意図、つまり売物を翻訳して伝えられる一部のシニア層だけになる現実があるんです。ちょっと待ってください。プログラミングという言語の壁も消え、英語や中国語という言語の壁も消えた。ジュニア層の仕事は AI に奪われる。はい。だとしたら、今この深掘りを聞いてくれているリスナーのあなたは、これから何を武器にして生きていけばいいんでしょうか？語学学習に何千時間もかけるのはもう完全に無駄になるってことですか？そこは多くの人が抱く不安であり、最大の誤解が生じやすいポイントでもありますね。まず大前提として、AI 通訳はまだ万能ではありません。あ、そうなんですか。カフェのような極端な騒音環境とか、ソースで指摘されていた津軽弁のような母音が標準語と大きく異なる強い方言の処理は依然として苦手としています。物理的なノイズとか極端なローカル言語の壁はまだ少し残っていると。はい。でもより重要なのは、ビジネスにおける責任の所在という壁なんです。例えば、企業の買収合併に関わる法務の交渉とか、人命に関わる高度な医学カンファレンスですね。はいはい。こういった S クラスの現場では、1日8万円から12万円という高額な報酬を支払ってでも、人間のプロの同時通訳者が求められ続けているんです。それはなぜですか？ AI の方がミスが少ないんじゃないんですか？翻訳の精度自体は AI が勝る部分もあるでしょう。しかし、もし、責任の所在という一つの単語のニュアンスを AI が間違えて、100億円の損害が出た場合、誰も AI のせいにすることはできません。ああ、なるほど。究極のプレッシャーの中で、人間が人間の責任において言葉を包むという信頼性担保の価値はむしろ高まっているんです。絶対に間違えられない責任を伴う場面では人間の存在意義が残るわけですね。では、そういった特殊なプロフェッショナル以外の多くのビジネスパーソンはどう捉えるべきなんでしょうか？非常に象徴的な言葉がソースにありました。英語はイタリア語のようになると。英語がイタリア語に？現代においてグローバルビジネスのために必死にイタリア語を勉強する人って少数派ですよね。まあ、そうですね。イタリア語を学ぶのは、イタリアの歴史や文化を深く愛している人か、あるいは真の絆、大統領同士とか親友、恋人ですね。そういった関係を築きたいという強い個人的な動機を持つ人たちです。英語もそれと全く同じ嗜好品になるという変化です。いやー、でもちょっと待ってください。言語の壁がなくなったとしても、グローバルなビジネスの場では、やっぱり英語のネイティブスピーカーであるアメリカ人とかイギリス人の方が、ホームグラウンドの強みというか、有利な立場に立ち続けるんじゃないですか？これまではそうでした。しかし、E2E モデルと感情クローンが普及した世界では、そのネイティブアドバンテージは完全に消滅します。消滅するんですか？はい。あなたが日本語で話した内容を AI がただ完璧な英語に直すだけじゃないんです。ウォール街のエグゼクティブが好む論理展開に再構築して、相手の心を動かす完璧な抑揚とトーンで出力してくれるからです。なるほど。完璧な英語は誰もが無料で使えるコモディティになります。つまり、英語を話せること自体の価値が暴落して、英語を使って何を語るかが全てになるってことですね。全体像に結びつけると、まさにそこが本質なんです。語学学習にかけていた何千時間を、歴史や哲学、相手の文化を理解する時間に投資した方がよっぽど良い人間関係が作れるということです。確かにそうですね。半導体業界を牽引する TSMC と NVIDIA の CEO のような個人的な信頼関係ですね。言語という技術的ハードルが下がったことで、逆に教養や人としてのつながりなど、泥臭い人間力が最も重要になるという逆説なんです。テクノロジーの最前線を追いかけていたら、最後に人間としてのあり方という一番アナログな結論にたどり着く。これは痺れますね。本当にそう思います。さて、そろそろまとめに入りましょう。今日私たちは E2E モデルによるマイナス遅延の魔法、感情クローン、スマートグラス、そして専属通訳家といった最前線を見てきました。もしあなたがビジネスパーソンなら、今すぐ声フォントとかノッタといった最新のアプリを試して、この言葉の壁が解けた世界を実感すべきですね。間違いありません。このパラダイムをシフトを理解しているかどうかで大きな差がつきますから。それでは、これがどういう意味を持つのか、最後に一つ、あなたの思考を揺さぶるような問いかけをしてお別れしたいと思います。はい。今回のソースの中にある驚くべき事実がありました。VIP が過去に話したたった30秒の動画を読み込ませるだけで AI は
その人の言い回しとか思考の癖を完全に再現できるというものです。ありましたね、その技術。もし言葉の壁が消え、AI があなたの声、感情、思考の癖まで完璧にコピーできるようになったとしましょう。だとしたら、未来のグローバル会議は、あなたが寝ている間にあなたの AI と取引先の AI が勝手に商談を済ませてしまうようになるのではないでしょうか。それは十分にあり得る未来ですね。言語の壁が崩壊した先にあるのは、もしかすると人間同士が直接会話する必要すらない世界なのかもしれません。あなたはどう思いますか？それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。